皆さんこんばんは、親かなです。今日はミニマム5年以上私が長く続けている美容法を紹介していきます。生活習慣からコスメまで自分がガチで実践しててガチで愛用しているものをたっぷりとお届けしていきます。で、今日紹介するものに関しては本当にいろいろ試してみんなに自信を持っておすすめできるものなのですが、人によって合う合わないがあると思うので、もし取り入れる際は自分の体とマインドと相談しながら取り入れてみてください。じゃあまずは早速第一の美容習慣、お風呂です。お風呂に関してはもうずっと長く続けている美容習慣で、老廃物を出したりとかむくみを取ったり血流を良くしたり、あとはリラックスタイムとしてもすごく私は大事にしている習慣で、ミニマム週3回は入るようにしてます。毎日入ってる時期とかもあるんですけど、今とかちょっと暑いから、週3回ぐらい入るようにしてます。バスグッズもいろいろ試したんですけど、今日はその中から3つおすすめのバスグッズを紹介していきます。まず1つ目はこちら。このチャンネルでもおなじみです。アムリターラのヒマラヤ岩塩バスソルト。これはもう強烈な滝汗の出るパワフルなバスソルトで、家のお風呂が温泉になっちゃうような感じで、もう本当に疲れた時、もう回復したい、本当の意味で癒されるとかじゃなくて、もうどうにかしたいっていう時に使ってます。あとは風邪ひきそうな時とかもこれに入ると持ち直したりするので、すごくおすすめです。次がこちら、ナリンのバスソルトじゃなかったバスオイルですね。これには6種類のハーブが入っていて、ジュニパーが入ってるので老廃物を出してくれる効果があるんですけど、むくみ取りたい時とかすっごいいいし、あとは気持ちがモヤモヤしてる時とかもすごいおすすめで、香りもめちゃくちゃいいので、どちらかというとこっちは癒し系、あとは流し系、出したい系っていう感じでおすすめのバスオイルです。続きましてがこちら、これもおなじみですね。アルジタルのグリーンクレイのパウダーの方です。お風呂は溶けやすいのでパウダーを使ってるんですけど、クレイも老廃物を出してくれる、いらないものを取ってくれる効果があるので、頭がいっぱいいっぱいになってる時とか、体がだるみたいな時に私はクレイパウダーを使うようにしてます。泥なんだけど、バスソルトとかが汗を出すイメージがあると思うんですけど、これもすごく内側から温めてくれる感じがあって、めちゃくちゃ汗出るのでデトックスしたい人にもおすすめです。あとね、肌もすごいツルツルになるのでいいですよ。次の美容習慣は運動です。わかるよ。運動ってね、あんまりやりたい気分にならない時もいっぱいあるかもしれないんですけど、やはりすごく効果がある美容習慣として私は続けています。最初に始めたのは20代の半ば頃で、それまでは全く運動とかしてなかったんですけど、お仕事のために体を鍛えるようになって、その時結構がっつりトレーニングをして、本当にトレーニングが大嫌いになった時期があったんですけど、でもやはり調子がいいんですよ。トレーニングしてると普段生活してても疲れにくいし、あとは体の制限がなくなるというか、すごく過ごしやすい体になったし、マインドも安定したし、ポジティブな方向に行ったし、そういう意味で体のケアだけじゃなくてマインドのケア、メンタルケアとしても運動は続けています。もちろん体って一生付き合っていくもので替えが利かないので、長く人生を楽しみたいと思ったら、やっぱこの体を丁寧にメンテナンスしていってあげるのが秘訣の一つかなと思ってるので、そういう意味でもトレーニングはしています。私のトレーニングのルーティンなんですけど、ピラティスを週に1回、パーソナルトレーニングを週に1回、あとは普通にジムで一人でトレーニングするのを週2から3やったりとか、あとは YouTube 見ながらピラティスやったりヨガやったりエアロビみたいのやったりとかして、気分とか体調に合わせて、だいたい週4回ぐらいはミニマムでもワークアウトをするようにしています。コンディショニングに近いような形で軽いウエイトとか、あとはバンドとかチューブとか、そういうので伸ばしたりとか自重でやったりするトレーニングを主にしています。有酸素運動に関してはジムに行った時に最初の15分を時速6キロでちょっと早歩きぐらいの感じでしていて、それ以外はして
いません。ワークアウトってやっぱりこうストイックにやった方がいいみたいなイメージが強いジャンルかなと思ってて、でもこのワークアウト自体をすることがストレスになると本末転倒なので、自分が楽しめるエクササイズとか自分が楽しめるペースを見つけていくのが大事かなと思います。3つ目の習慣はオーガニックコスメです。オーガニックコスメの中でも私はスキンケアを主に取り入れていて、最初のきっかけはセドナに行った時にずっと一緒だったガイドさんがヴィーガンの方で、一緒にお食事する際は私もずっとヴィーガンの食事をとっていたんですよ。でその時に結構体に変化を感じて、肌も違いが出てきたし、口の中に入れるものでこんなに変わるんだったら、こう外に塗ってるもの、使ってるものも意識することですごく変わっていくんじゃないかなって思ったのが最初のきっかけです。オーガニックコスメの好きなところは、作り手の方の情熱がすごく伝わってくるところだったりとか、肌と対話してゆっくり根本から改善したりとか、ゆっくり底上げしてったりとかするような感覚がすごく好きです。あと私が個人的にあんまりスキンケアに入ってってほしくないなみたいな成分とかを絶対に使いませんみたいな感じでブランドポリシーで掲げているブランドも多いので、そういうものはこういちいち裏側を細かくチェックしなくても安心して使えるから、そういう意味でもすごく好きです。今日は私の好きなオーガニックブランドを3つと、そのブランドの中の好きなアイテムを3つずつ紹介していきたいと思います。まずはアムリターラ、国産のオーガニックブランドで作ってらっしゃる勝田さんっていう方がめちゃくちゃストイックで、めちゃくちゃこだわってオーガニックのものを作ってます。私の中ではアムリターラが作ってるんだったら大丈夫みたいな、すごい信頼感がセットでついてくるブランドで、その中で私が好きなのが、まずは白樺の化粧水。もうこれすごいよ。使ったことなかったらぜひ一回使ってみてほしいんですけど、もはや美容液ですよねっていうぐらいの化粧水で、保湿力がすっごい高いし、肌が元気になっていく、使っていくうちに結構感動する化粧水なので、一回ぜひ使ってみてください。2つ目がベジガーデンワックス。このチャンネルでもよく登場しているワックスなんですけど、ヘアバームでなんか私髪の毛とすごく相性が良くて、自分の癖がいい感じに出るし、いい感じのツヤ感、いい感じのまとまり感で、いろんなことしなくてもさっておしゃれな髪型にしてくれる優秀ワックスです。で最後がインディゴバランシングソープ。私洗顔でこんなに感動したことございません。本当に肌綺麗になります。もう毛穴の汚れとか、あとはくすみとか気になってる人、ちょっと騙されたと思って一回ぜひ使ってみてください。他にこんなに感動した洗顔ないです。次におすすめのブランドがベレダです。ベレダはオーガニックの基準がすごい厳しいドイツのブランドで、そういう意味でも安心できるブランドなんですけど、こうものづくりに対して真摯であるところはもちろんなんですが、プロダクト自体がすごくパフォーマンス力が高いものが多くて、結構頼りにしてるブランドです。その中でも好きなのが、まずはホワイトバーチのボディオイル。これはもう人気商品なので知ってる人も多いと思うんだけど、体のむくみを本当に嘘みたいに取ってくれるボディオイルです。これつけてマッサージするともうさってむくみが消えてくれるので、本当に仕事の時にもう頼りにしてる、お世話になってるボディオイルです。2つ目がモイスチャークレンジングミルク。このクレンジングすごい好き。ミルククレンジングなんですけど、ちゃんとメイクを落としてくれるのに肌の大事そうなものを奪い去っていかない。顔がカピカピになったりとかもしないし、ダブル洗顔もいらないし、すごい使い心地も良くって、一回ぜひ使ってみてほしいクレンジングです。3つ目がスキンフード。もうむちゃくちゃこっくりしたクリームで全身に使えるんですけど、顔はもちろんだし体にも使えるんだけど、冬にこれを週に1回とか夜寝る前にちょっとたっぷりめに塗って寝ると、すっごい肌がプリプリになって元気になっていくし、あとはかかととか、これかかとじゃない、これ肘。かかととか肘、膝のケアにもとってもおすすめです。もうすっごい乾燥にもう耐えられる、すっごい保湿力のクリームなので、
ぜひこれからね、夏が終わって冬乾燥していく季節だと思うのでチェックしてみてください。3つ目のブランドがマルティナです。最初の2つに比べるとちょっとマニアックなブランドではあるかもしれないんですけど、めちゃくちゃいいブランドなのでぜひチェックしてみてほしいです。これもね、ドイツ出身のブランドなんですけど、すごくこだわってものづくりしていて、自然界に存在するものしか使わないっていうのもポリシーとして掲げてるんですけど、その中でもバイオダイナミック農法で作ったものしか使わないっていうとんでもないこだわりを見せていて、そのこだわりだけでめっちゃ信頼できますっていう感じなんですけど、プロダクトのパフォーマンス能力もすっごく高いです。その中でも私が好きなのが、まずはセブンハーブマスク、前にも紹介したんですけど、とんでもなく肌を保湿してくれて、すっごい綺麗に元気にしてくれるクリームタイプのマスクです。乾燥気になってる方、毛穴の開きが気になっている方、肌がなんか弱ってるなって思ってる方、ぜひ使ってみてください。次がリップバルサム。これリップクリームなんですけど、リップってやっぱり毎日使うものだし、体の中に入っていくものなので、できるだけオーガニックのものを使いたいなって思ってるアイテムの一つなんですけど、ここのリップバームは保湿力が本当にすごい。なんか一日にそんなに塗らなくても全然大丈夫っていうぐらいの保湿力なので、ちょっとリップが乾燥しててずっと気になってるって方、一回使ってみてほしいです。最後がアイクリームです。これもめちゃくちゃ保湿してくれるアイクリームで、セブンハーブマスクと似た感じのテクスチャーなんですけど、この目のさ、こうちりめんじわみたいなのとか、あとはこのなんか痩せ感みたいなのが気になってる人使ってみてほしいなと思っていて、すっごい保湿してくれるので、そういう小じわとか張り感みたいなものとかも出してくれるし、すごく好きなアイクリームの一つです。バッと今好きなオーガニックコスメのブランドを紹介したんですけど、オーガニックコスメのスキンケアしか使わないっていうわけではなくって、その時の自分の肌の感じとか、あとは体調とか、その時期の自分の気分とか、そういうのといろいろ相談しつつ、今はこっち、今はこっちみたいな感じでいいとこ取りでスキンケアはするようにしてます。次の美容法がオイル美容です。私の肌はオイルとすっごい相性が良くって、使っていくうちにどんどん肌が元気になっていくんですけど、こうちょっと優しい感じでありながらも、でも内側からしっかりサポートして肌を守ってくれてる感覚がすごく好みです。オーガニックのスキンケアのブランドには多いアイテムかなと思うんですけど、でもまだまだ使ってる人が少ない印象のアイテムでもあって、使い方としては、ブースターとして使うものとかもあるんですけど、だいたい化粧水とクリームの間に美容液みたいな感じで使うアイテムです。今日は数あるオイルの中から私の好きなオイルを3つ紹介していきます。まずはこちら、トリロジーのローズヒップのオイルです。もうオイルといえばこれって思ってる人も多いんじゃないかなぐらい、オイル界の中でもメジャーなアイテムだとは思うんですけど、ローズヒップって回復のオイルだと私は思っていて、紫外線のダメージとか、あとは肌荒れした時とかに使ってほしいなって思うオイルです。で、肌荒れした時って早く治したくて、あれもこれも入ったようなものをいっぱいつけたくなっちゃう気持ちすっごいわかるんですけど、逆に引き算でこういうシンプルでなおかつちゃんと効果のあるものを使うのがおすすめなので、ぜひ。続きましてがこちら、アンティポディース、あといつも間違えちゃう、アンティポディース、のイブバイオ RTN セラムです。これも人気だよね、最近ね。すっごいいいんだよ。天然のレチノールって言われてるカカオオイルと、あと次世代のレチノールって言われてるバクチーオールっていうオイルが両方入ってて、ダブルパンチでエイジングケアしてくれるオイルなんですけど、使っていくうちに肌がパン、スルン、ピカピカになってくれて、結構びっくりするぐらい効果のあるオイルです。オーガニックコスメのものってあんまり効果がないって思ってる人多いと思うんですけど、オーガニックコスメもすっごい進化してきていて、ここのブランドのものはちゃんと効果を実感できるものがいっぱいあるので、チェックしてみてください。続きましてがこちら、エンディアスパの
オイルでございます。でこれバランシングオイルとブライトニングオイルって2種類あるんですけど、月の満ち欠けの周期と、あとは女性の生理周期に合わせてこうどっちか選ぶみたいなオイルなんですけど、私はそんなに気にせず開けたものを使い切るまで使ってるんですけど、とにかく香りがめちゃくちゃいいです。結構サラサラしたオイルなのでベタつかなくて使い心地もいいし、あとね肌がねピッカピカになるの。どうしたっていうぐらいすっごい肌が綺麗になるので、これもちょっと本当にチェックしてみてほしいオイルです。続きましてがアルジタルのグリーンクレーペースト、大好き。一家に一台一家に一本絶対あった方がいいんじゃないかって思うぐらいの、もはや説明もいらないんじゃないかなぐらいここで何度も出てるアイテムなんですけど、顔に塗ってクレーパックみたいなのはもちろんなんですけど、すごいくすみも取ってくれるし毛穴の汚れも取ってくれるし、週に1回ぐらいやるとすごいいいと思うんだけど、体にちょっと痛みがある時とかも私は愛用していて、生理痛とか腰が痛いとか首が痛い、喉が痛いって時とかにその痛いところに塗って、キッチンペーパーを上から貼ってちょっと 2,3 時間ぐらい置いたりして、こう炎症を取る効果があるので、そういう活用の仕方もしてるし、あとは足の裏に塗ってキッチンペーパー貼って一晩寝るとむちゃくちゃ疲れが取れるし、すっごいぐっすり寝れるし、あと足のむくみも取れるの。一回やってみて、すっごいからこれ効果本当に。ちょっとシーツが汚れちゃうんじゃないかって心配する人がいると思うんですけど、泥なので洗えば全然落ちるから大丈夫だし、ただ塗ってキッチンペーパー貼ってから乾いてから寝てくださいね。乾いたらねもう剥がれないので、キッチンペーパーぜひ一回やってみてください。次の習慣がシートマスクです。でシートマスクは使ってる人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、スペシャルケアとして週1から3回ぐらい使うようにしてます。こちらも今日私おすすめのシートマスクを3つ紹介していきます。まずはこちら、ファミュのドリームグローシリーズでございます。どれもすごい優秀なんでシリーズで今日は紹介させてもらったんですけど、新しくなったやつに関してはシートが新しくなって厚みが出て保湿力も増してて、さらに良かったでございます。なのでまだ使ったことない人、新しいやつ一回使ってみてほしいなと思います。私がファミュのシートマスクが好きなのは保存料と防腐剤が入っていないので、そういう意味で安心して使えるなっていうのと、あとはこのシートがやっぱりすごいプルッとした剥がれにくいし、なんか水分量も保ってくれるようなシートなので、すっごい保湿してくれるし、あとエステ1回行ったよねっていうぐらいの効果が出るので、ちょっと他のシートマスクに比べたらお値段張りますけど、すごく効果がちゃんとあるシートマスクなのでおすすめです。続きましてがこちら、この間韓国で買いましたバイオダンスのシートマスクでございます。これ巷でも話題になっておりますが、貼って一晩寝てこのシートマスクが透明になって肌ピッカピカになりますっていうやつなんですけど、本当になります。すごいピカピカです。なんか一晩塗るシートマスクって今までやったことがなかったから新しい感覚ではあったんですけど、プリプリすごい、なんか色が変わったりするのとかも楽しみだし、一晩寝て明日どんな肌になってるんだろうっていうのも楽しみだし、長いフライトとかにもすごくいいんじゃないかなと思います。次がこちら、タオヤのエブリデイフェイスマスクで合ってるです。名前の通り毎日使えるシートマスクなんですけど、すごくコスパもいいマスクで、私こういう大容量のやつっていろんなものが長持ちさせるために入ってるから、使ってるうちにねこうちょっと白いニキビみたいなのが出て肌荒れしちゃうんですけど、これは本当に毎朝毎晩ずっと使い続けても全く肌荒れしなかった、とてもおすすめしたいシートマスクです。最近は毎日シートマスクするっていう人も増えてるんじゃないかなと思うんですけど、そういう方にぜひおすすめしたいシートマスクでございます。シートもね剥がれにくくてね薄くてね軽くてねとってもいいです。最後の習慣が食事です。美容を語る上で食事っていうのは欠かせないことなんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱり白砂糖とか添加物とかグルテンとかっていうのは体の中に炎症を起こして腸内環境が悪くなって、腸内環境が悪くなると肌がすごい強い関係を持ってるので肌も荒れるし、
あとマインドとかも荒れてくるし、とにかくいろんなところに影響があることなので、カロリー制限とか食事の量の制限は全くしてないんですけど、何を食べるかっていうところは意識するようにしています。でもかといって全部をこう排除しようとすると、つまんないし、あと心がすごいカサカサしてくるような食生活になってくるので、私は7対3もしくは6対4ぐらいの割合で意識するようにしてて、7割から6割ぐらいはこうちょっと何を食べてるかっていうのは気にしてあげて、3割から4割ぐらいはもう自分の本当に今その時食べたいもの、なんか頭が喜ぶものって言ったらいいの、体は喜ばないかもしれないけど、すごいハッピーにしてくれるものってあると思うんだけど、そういうのを食べるようにしています。食事っていうのは楽しむものなので、体だけが喜ぶような食事、心だけが喜ぶような食事じゃなくて、体も心もハッピーになるような食生活を意識しています。今日はその自分が取り入れてる食べ物の中でみんなにおすすめしたいものを3つ紹介していきます。まず1つ目がアリさんのヴィーガン餃子です。これだけちょっとビジュアルが微妙だったんで写真でのご紹介にはなるんですけど、ヴィーガンって聞くと美味しくないイメージがあると思うんですよ。いや、餃子は肉汁がみたいなのすっごいわかるし、私も餃子大好きだけど、この餃子に関してはニンニクもボリュームもたっぷりですっごい満足感のあるめちゃくちゃ美味しい餃子です。しかも冷凍で調理も簡単なので、我が家の冷凍庫には必ずストックするようにしています。続きましてがこちら、これももうおなじみなんじゃないでしょうか。小林製麺のヴィーガングルテンフリーのインスタントラーメンです。わかります。またヴィーガンなんですけど美味しい、ちゃんと美味しい。なんか健康すぎる味しないし、グルテンフリーの麺ってあんま美味しくないものが多いと思うんですけど、このグルテンフリーの麺はとっても美味しいです。私は野菜とかちょっとお肉とかを炒めて上にトッピングして食べてるんですけど、他にも味がいくつかあって、私は醤油ラーメンが一番おすすめです。今日料理するのめんどくさいなみたいな時とかにパッて作るのおすすめです。で最後がこちら、これもおなじみです。ケトルチップスでございます。ポテトチップスがすごく好きな夫婦なんですけど、我々やっぱいろんなものが入ってるものが多くて、これはアミノ酸とかも入ってないし、あと君誰何者みたいなものが入ってないので、安心して食べれるチップスかなと思います。でいっぱいこれも味があるんですけど、今は私このソルト&ペッパーがすごいお気に入りです。ペッパー感がとっても強い、すごいビールに合うチップスなので、ぜひ試してみてください。ということで、こちらで私が長く続けている美容習慣のビデオ以上となります。今日もめっちゃ喋ったなあと今日紹介したものすっごい自信を持っておすすめできるんですけど、他にもおすすめしたいものがいっぱいあったので、ちょっとこういうのを知りたいみたいなのがあったら、ぜひコメントの欄にリクエストをお願いします。で今日紹介したものに関してはいつも通り概要欄のところにリンク貼ってあるので、気になるものがあった方はぜひそちらをチェックしてください。今日も長いビデオになったと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次のビデオまで、またね。